衝撃、石破総裁辞任、メディアが報じない不都合な真実、北村議員がぶった切る。皆さん、石破総裁の突然の辞任劇、本当に額面通りに受け取っていますか？政権にしがみついていたわけではない。会見で語られたその言葉の裏には、巧妙に隠された政治的な終わり宣告があったのです。そしてこの辞任は終わりではありません。むしろ日本の未来を揺るがす新たな悲劇の序章に過ぎないとしたら、今回は石破総裁がなぜ辞めざるを得なかったのか、その真相を北村弁護士が語っています。そして彼の次に日本の舵取りをしようとしている人物のさらに恐ろしい危険性についても興味深いことをおっしゃっていますので、最後までご覧ください。はい、今9月8日の19時40分をちょっと超えた時間です。昨日の9月7日の18時からですね、石破自民党総裁の記者会見があって、これについてお話したいと思います。まずですね、記者会見見てて強く思ったのは、自分は決して政権にしがみついたわけではないと、辞めることはもう決めていたんだというふうに言わんばかりの、つまり、関税交渉の目処がついたから、だから辞めることを言ったんだと。でそれまでは関税交渉の途中でもって辞めるなんて言ったら、これ関税交渉に差し障りがあるだろうと、そんなことは絶対言えないんだと、というふうに言いましたね。であれは、言い方としては、もともと参院選の敗北を受けて辞めるつもりだったんだけど、やるべき仕事が終わってから発表するつもりだったんだということを言ったわけです。1番目、これは私から見れば 100% 嘘に見えます。どういうことかというと、石破さんはいろいろ検討する中で、衆議院の解散までこれ脅しに使ってましたから、そんなことを脅しに使う必要がなかったわけで、辞めるつもりがあればですよ、それはもう嘘です。でこれ実は9月3日に麻生太郎さんが自分の派閥麻生派の議員たちの勉強会で話をして、その中で皆さんは国のことを一生懸命考えて、何が国のためになるのか、自民党のためになるのかということを考えて決断してくださいと。ちなみに自分は総裁選前倒しを求める署名を出すことも自分は決めていると、こう言ったんですね。これは麻生さんらしいことで、実はですね、それは9月3日にそれを麻生さんが言うってことはもう、その4日ほど前にはもうすでに決断されていて、その時点で、真剣になって票読みをした人がいますと。でその人からの情報によるとですね、8月31日の時点で9月3日に麻生さんがこれを表明すれば、雪崩を打って、国会議員の署名が集まるだろう。これちなみに署名って言ってるのは、総裁選前倒しを求める署名、これはイコール現総裁石破さんを辞めさせる、つまり解任決議と全く意味は一緒です。石破解任決議、これが自民党の規則の中で決まってるわけですね。総裁選前倒しを決めるということは、ここでやめろということですから、解任決議そのものなんです。でその票読み、8月31日の時点の票読み、これ大変角度の高い、これはあくまでその時点でこれだけの人が署名することが決まっていたではなくて、その時点、8月31日の時点で9月3日に麻生さんが自分は石破解任決議を求める署名を出すぞと言えばっていう前提です。言えばこうなるだろうという票読みです。麻生派43名のうち35名、旧安倍派50名のうち45名、旧茂木派36名のうち23名、森山派7名のうち3名、旧菅グループ12名のうち6名、これが合計146名になりますが、この人たちが麻生さんが表明することによって雪崩を打って、最終的に9月8日今日ですね、提出するだろうと。提出というのは総裁選前倒しを求める署名イコール石破総裁辞めろ署名、解任決議を求める署名、解任決議の票1票という意味ですね、になると。でこれ176名というのはどういう数字かというとですね、自民党国会議員は295名、そして都道府県は47ありますと。合計342、その半分が171ですから、過半数は172ってことになります。つまり172を4つ上回る176票が入るという票読みです。これは旧宏池会37名についてはもうカウントなし、カウントしない。そんな旧宏池会からも何人か、つまりこれ旧岸場派ですね、旧宏池会からも何人かは雪崩を打って投票する署名を出すだろうけれども、しかしそれはカウントしない。しかも47都道府県についてもカウントしない、ゼロで数えた、それが176票だということです。つまり都道府県でも雪崩を打って出しますから、少なくとも200票が集まると、これがもう確実視されていたんですね。これメディアには出てませんけど、この票読みはおそらく正しかっただろうと僕は思ってます。で
それが、これはもう間違いなく、9月3日に麻生さんが表明して以来、内閣の中ではもう大騒ぎですわ。これはえらいこっちゃと。これはもうなだれ落っていくぞと。そうなって何が起きたかというと、これまで石破さんを支えてきた人たちが次々と離れたってことです。もうこれはもうダメだっていうことですね。加えて、ある自民党の重鎮は、これでお前、辞表を出さなかったら自民党を除名するぞと、こう言われたと。こういう情報、これも有力な情報ですね。これも入ってます。つまり、首相解任の票が過半数いくことがもう確実だと。しかも自分を支えてくれる人は誰もいなくなったと。しかも自民党を除名するぞ、このままだったらと言われた。この3拍子揃って、さすがに9月8日にまで待ったら、自民党総裁の中で史上初めて解任された首相という汚名を、一生着せられるわけですね。なので、この9月7日っていう、7日の6時という段階で、辞任会見をしたという、これが 100% 正しいです。はい、なので、自分は追い込まれたんじゃないんだと、と言ってるのは、これは私から見れば嘘です。はい、でですね、こういうことを言うのに対して、日本人の方々、私も日本人ですがね、死者に鞭を打つようなことはやめてくれというふうにおっしゃる方もたくさんおられると思います。ちょっと待ってくださいと。この方は普通の方ではありませんと。これきちんとしないと、自分に、もうすでに彼の頭の中では、俺はもう追い込まれたんじゃないんだと。自分が記者会見で言った通り、なんだというふうにもう頭の中がすり替わってきていますから、このタイプの人はね。加えて、恐ろしいことが今後起きます。恐ろしいことっていうのは、私から見ると、4つありますね。1つ目は、これ同情論が広まっていくとですね、彼は何をする可能性があるかというと、1日でも長く首相にとどまると。できれば衆議院の任期が満了する3年後までできれば首相にとどまるというふうに考えかねない。そういう人です。つまり、死者に鞭を打つのではなくて、最高権力者に対して正当な批判をしなきゃいけないということです。さて、一つ目のね、できる限り首相にとどまるというのは何を意味しているかというと、今回、石破さんは自民党総裁を辞めるとは言いましたが、首相を辞めるとは言ってません。そして、首相は当然辞めざるを得なくなるんだけども、その時期を言ってません。これが重要なんです。どういうことかというとですね、自民党総裁を辞めれば自動的に首相を辞めなきゃいけなくなるということでは全然ないんですね。これ制度上。首相を辞めなきゃいけないのは、こういうことです。本人が辞めると言わない。そして、健康害して首相を務められなくなる。だから辞める。そういう場合を除くと、法律的には1個しかないんです。内閣不信任決議案が可決される。あるいは内閣不信任決議案が否決される。この場合だけなんですね。首相が辞めなきゃいけなくなるのはね。で、しかも、その内閣不信任決議案が可決されたときには、衆議院を解散して、でその解散した衆議院が総選挙が終わって、初めての国会が開かれたとき、その時に辞職しなきゃいけない。これが憲法上の規定です。で、ということはですね、自分に対する同情論が仮に広がってですよ、石破さん、やっぱり首相を辞めないでというふうに皆さんが言った場合は、あるいは多くの人が言っているというふうに勘違いした場合は、自民党総裁は勝手に選んでくださいと。自分は首相ですと。自分を辞めませんということが法律上はできるんですよ。恐ろしいでしょ。いくらなんでも石破さんそんなことしませんよ。私そんなこと信用してませんよ。彼は普通の人じゃありませんから、どこまでもしがみつく可能性はあるということです。で、その場合にどういうことが起きるかというと、最悪は3年後の衆議院の任期満了まで首相を務めるということ。しかしさすがにそこまではいかないです。なぜならば、自民党では総裁選挙が粛々と行われますから。そして新しい自民党総裁が選ばれます。で、選ばれるときに当然辞めるだろうとみんなは思ってるんですけど、それでも辞めなかったときにはどういうことが行われるかというと、国会召集がなかなかされないでしょう、その場合は。辞めたくないからね。で、それでも召集せざるを得なくなったとき、例えば通常国会、これはさすがに召集せざるを得ない。秋の臨時国会は召集しないというふうにした場合には、年明けて1月頃に、これさすがに通常国会は召集されます。で、召集されたその国会で、自民党が率先して内閣不信任決議案を出すでしょう。というのは、立憲民主はヘタレですから、総選挙やったらまた議席減らしますんで、間違いないんで、立憲民主はこれやりません。そうするとさすがに自民党も怒って、内閣不信任決議案を出します。そうするとこれはさすがに可決されるでしょう。で、その段階で石破さんはまだ辞めません。衆議院を解散します。そして解散総選挙が終わって国会が召集されてくるまで、これ、首相の座にしがみつくということになります。さすがにそんなことしませんよと。そんなことしたらって言うでしょ。彼は普通の人じゃないですか。これまでの行動を見てれば普通の人じゃないのははっきり分かる。自分はですね、弁護士という仕事を36年間やってきましたから、
この種の人間が普通の感覚、常識的な感覚ではありえないことをするということをいくつも見てきてますから、私は絶対に信用していません。弁護士の仕事をしているとですね、信用できる人と絶対に信用できない人がいる。もちろんその中間もいますけどね。信用できる人と絶対に信用できない人間がいる。で、絶対に信用できない人間は絶対に信用してはいけないということをもう骨身に染みて勉強してきてますんで。ということです。これが最悪のシナリオですね。はい、じゃあなんで次ですね、2つ目の、彼は自民党総裁選挙が行われている間、外交日程が組まれています。外遊しますね。で、私が聞いたところでは国連総会で演説することになっているそうです。演説です。恐ろしいですね。何を言うんでしょうか。これ多分彼が頭の中で考えているのは、ずっとこだわっていた戦後80年談話を形を変えて国連総会の場で喋るでしょう。彼の考えをね。それは俺も自由なんだ、首相なんだと、日本国民を代表して喋るんだと考えるでしょう。誰が止めてもこれ止めることはかなり難しいです。そうなると、これ日本は80年前に侵略戦争を行ったんだ。そしてその反省を踏まえて平和国家として生きてきたんだと。で、その教訓を生かしてこれからもいかなきゃいけないんだというね。一部の人たちにとってはその通りと思うような談話が出ます。これは実は日本の国益を大きく害するということになります。中国、北朝鮮、韓国、この3カ国にとっては、これを日本の現役首相が言ってくれるというのがですね、ものすごい涙を流すほどありがたいことなんです。今後、さまざまな政治的な課題、外交問題が起きたときに、これを引き合いに出して、まず日本との間の歴史戦に勝利する。そして必ず、理不尽な要求を突きつけてくるということです。そういう意味で日本の国益を害するということです。ここでですね、その80年前の戦争について、今、くどくど述べることはしません。短く言うと、戦後日本が東京裁判士官とも言います。これに基づいて日教組は必死になって教育をしてきて、左派メディアはその日教組が行ってきた教育、自虐士官をそのまま広めようとしてきました。これはある意味とんでもなく間違った考え方です。それに対して、いわゆる保守と言われる人たちが、あの戦争は 100% 日本が被害者なんだということを言っておられます。それも間違いです。あの戦争はそんな単純な評価で割り切れるようなもんじゃありません。直近で言えば、つまり戦争に最後踏み切ったその直接の原因は間違いなくアメリカからの金融、石油が一滴も入ってこなくなったこと。これが原因であること。これは間違いないです。ただ、そこに至る経緯の中では、日本もそこはちょっと間違えたよねということもありました。こっちの左翼の歴史観が 100% 正しいということはないし、そして極端な日本は単なる被害者だったんだという考え方も正しくないと。その間には様々な歴史の見方があって、それは我々国民が一人一人が考えていかなきゃいけないことではあるんですが、いずれにしても単に日本が侵略戦争をしてで、東南アジアの国々に単に迷惑かけただけなんだという歴史観がこれまた間違っていることも我々は知らなきゃいけない。間違いない。そのことは間違いない。その彼の偏った歴史観を表明することは国益を害するということです。だから今から我々は石破首相に対しては、まだ辞めてない石破首相に対しては、あなたの個人的な歴史観、戦争に対する見方を表明することは、首相の立場として表明することはとんでもない間違いだということを言い続けなきゃいけません。これが大事です。でしかもそれは国際社会に向かって、この首相は辞めることはもう決まってるんだと。だからこの首相の言うことはもう気にしないでくれと。これが正しい日本の考え方ではないからということを、これ発信し続けなきゃいけない。それが大事です。少しでも中国、北朝鮮、韓国に武器を与えない。そのためには我々が発信をしなきゃいけない。このことをよく理解してください。で、忘れてはいけないのは、日本の元首相、鳩山幸夫さん、この人が個人的な歴史観をずっと表明し続けることによって、今も国益を害し続けています。このことをね、よく見なきゃいけない。そして3つ目ですね、それに関連しますが、石破さんと、あなたはもう近い将来、最悪来年の2月か3月に首相を辞めるということになるけれども、絶対に鳩山幸夫さんのように、首相を辞めてからも日本の国益を害し続ける、そういう元総理、元首相になってはいけないよと、この釘を刺し続けること、これが我々にとって重要なことだと。石破さん、あの最悪の元総理と言われた鳩山幸夫さん、この人になってはいけないよということを私もこれからずっと言い続けたいと思います。そうでないと日本の国益はまた害され続けます。これが3つ目。そして4つ目。ここから先は自民党の新総裁、そして新首相になるであろう、その人が
小泉進次郎さんになるということ、これはまた石破首相に輪をかけて日本の国益を害する可能性が非常に高いので、このことは日本の国益、日本にとって、日本人にとって大変重要なんで、よくよく申し上げたいと思います。短く言うと、小泉進次郎さんは去年の自民党総裁選挙の時に立候補されて、候補者相互の討論会に臨みました。その時に少なくとも自民党員の方々、実はほぼ大多数の全国民の方々が知ったんです。何を知ったかというと、あれこの人あまりにも能力がないよねと。これ政策などについて何も分かってないんじゃないのこの人ということが分かってしまった。なので、その候補者の討論に臨むまでは、最有力候補、自民党総裁になる最有力候補の一人だったんですよ。それが一気に支持が落ち込んでしまいました。なので決選投票に残らなかった。このことをよく思い出してもらいたい。あれから1年足らずで突然能力が備わったってことは絶対ないです。というのは、これまで長いこと議員をやってきて、低たらくだったんですから。それは絶対にないです。申し訳ないけど絶対ない。で、その人が首相になったらどうなるかというと、まず財務省の言いなりです。そして左翼メディアの捜査、左翼メディアによる印象操作なり、それに 100% 乗っかるでしょう。なので、石破さん以上に、同程度に財務省言いなりで、左翼メディアの言いなりになる首相、これは日本の国益をものすごく害します。財務省の言いなりということは、減税は 100% しません。むしろ増税だけに邁進します。これが国民の生活、国民の利益を害し続けたことは、この30年で明らかになっています。そして左翼メディアは憲法改正は絶対にさせません。そして日米同盟ががっちりスクラムを組むこと、これもものすごく嫌がります。そして中国に対してきちんと日本の国益を主張して中国を押し返す。台湾有事は絶対起こさせないとかね、尖閣を侵略するなよということをきちんと言い続けるということはありえません。それは左翼メディアが一番嫌がることですから、それは絶対にさせないようにします。つまり日本の国益は害され続けることになると。日本の国民の生活は貧しくなる一方になるということが 100% 分かりきっているんで、そうさせないということが大変重要です。実はすでにもうメディアは小泉進次郎さん素晴らしいよねというキャンペーンを開始しています。さすがにメディアはもう8月の半ば以降はだんだん石破さんを応援しつつもやっぱりダメかもねと思ってきてましたから、小泉さんを推してます。非常に危険です。そのことを申し上げたくて今日の配信をさせていただきました。日本人のメンタリティからすれば死者を打つのは良くないよね、そういうメンタリティは私も持っています。しかし石破さんはまだ首相で、これからも日本の国益を害し続けようとしています。加えて小泉進次郎さんが次期総裁、そして首相になったら日本の国益はこれまた害し続けられることになります。いかがでしたか。メディアが報じている辞任の背景とは全く違う視点でした。 SNS を見ると、石破さんは麻生さんにはめられてかわいそうだとか、次はクリーンな小泉さんに期待したいという声が本当に多いんですよ。でも北村弁護士の話を聞くと、そう単純な話ではないんだなと。この世論と専門家の見方のギャップについて皆さんはどう分析しますか。北村弁護士が指摘したように、政治家、特に権力の頂点にいる人物の行動はその一つ一つが計算された戦略に基づいています。辞めるつもりだったという言葉と解散権をちらつかせた行動との矛盾は、その戦略が破綻した結果と見るのが論理的でしょう。これは同情すべき物語というより、権力者が直面した厳しい現実そのものなのです。一方で小泉氏への期待論は若さクリーンさというポジティブなイメージが先行しています。しかし国のリーダーに求められるのは、イメージ以上に複雑な政策を理解し、国内外の圧力に屈せず国益を守るという実務能力です。北村弁護士は昨年の総裁選で見えた彼の政策理解度の低さから、財務省や特定のメディアの意向に流されてしまう危険性を最も懸念しているわけです。結局北村弁護士が訴えたいのは、イメージと事実を切り離し、リーダーとしての資質を冷静に見極めることの重要性なのだと思います。私たち国民も耳障りの良い言葉だけでなく、その人物の過去の行動や発言の一貫性を厳しく見ていく必要があるということではないでしょうか。共感したという人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。